はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日のテーマはこれだ。はい、今日はですね、こちらでございます。一見ね、私の大好きなゆで卵かなと思いましたけども、これはですね、ドリッパーに装着することで、ある効果を生むというですね、言うなればドリッパーをアシストする道具なんですね。リリードリップというものになりまして、リリードリップのリリー、そして今回新しく出たのがこのジオというね、そういったものになります。ちょっとね、マニアックな領域に入ってきましたけども、実はですね、リリードリップというこれはですね、私が4年前ぐらいに一度動画でやったことがあったんですよ。今回はその新しいジオというものが出て、再度このリリードリップが、日本でね、リリースされたということで、どういったものかなというのを検証してみたいと思います。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。はい、ではね、早速、ちょっとした概要というかね、どういったものかというのをご説明したいと思います。この通常のリリーというものと、今回出たこのジオっていうものは、リブがね、ついてるんです。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、この縦のリブがついたのがジオという感じになるんですね。こうなってますけども、これが本体なんですね。リリードリップの本体。これは装着するための道具というか、あとは置いとくための道具という形になるんですね。これどういうふうに使うかって言いますと、こういったですね、円錐型、これはハリオのドリッパーなんですけども、こういった円錐型のドリッパーに装着するんですね。こういうふうに。こういうふうに装着することによって、これね、円錐のペーパーですけども、深さというのが、円錐というのはある程度こう出るっていうね、仕組みになってるわけですね。で、今回このリリードリップをこれを使用することによって、この深さをこう浅くするんですね。浅くして表面積を大きくするっていった効果が出せるといったアジャスターみたいな存在なんですよ。本来円錐には円錐の良さがもちろんあると思うんですけどね。ただこれがもしあれば、その円錐で入れる場合の良さ、その時はそのまま使えばいい。で、例えばね、私の個人的見解になっちゃうんですけども、浅入りのコーヒーとか、すっきりと入れたい場合っていうんですかね。円錐がどうしてもこの深さがある分だけ、多少ね、この抽出のスピードというのは少し遅くなるっていうね、場合があると思うんですよね。もちろんドリッパーにもよると思うんですけども、で今回このリリードリップでその層を浅くすることによって抽出が早まるわけなんですよね。つまりその過抽出をなるべくさせないといった入れ方をする道具になってきます。その抽出スピードが速くなるってことですね。ジオというタイプ、これは縦リブがさらについてるんですけど、これがあることによって通常のリリーよりかさらに早く抽出をこう早めるといった効果があると言われております。一番早いのはこのジオを使った時の場合ですね。なのでその、浅煎りのフレッシュさとかフレーバーとかくっきりしっかりクリアに出したいという時なんかはこのジオが一番いいんじゃないかなと推測しています。あとはこのリリーの場合はもうちょっと抑えた感じになりますので、中入りからね浅入りぐらいのもうちょっとその重みというかね甘みっていうものを引き出す時にはこれがねちょうどいいかなと思います。で、本来ね持っているこのドリッパーは円錐型なので、このドリッパーで入れることによって、例えば深入りのね、少し過抽出になることを気をつけさえすればコクのあるねこう複雑性をこう帯びたような感じで入れることができるかなというふうなね、感じになると思うんですよね。なのでじゃあこれの意味というのはどういうものかと言いますと、その浅入りをね手に入れましたと。でもちろんこれで入れるのも美味しいんですけど、もうちょっとね変わったと言いますか、浅入りに合ったものを少しねこう抽出スピードをもうちょっと速くした感じで入れたいな、でももう一個ドリッパーを揃えるのは嫌だなっていう時にこういったアジャスターがあると、このドリッパー1個で円錐型との浅いドリッパーっていうんですかね、の入れ方ができるよっていったね、そんな感じの位置づけかなと思います。なのでコーヒードリップを結構こう遊ぶというかね、いろんな入れ方で試したいっていう時に役立つ道具なのかなと思います。
それで4年前にやった時に、ハリオのこのまさしくこの01と02の大きさをアシストする道具ですよというのでリリースされたっていうのをね記憶にあるんですよ。なので今回はねこちらのハリオのドリッパーでリドリップを使って美味しいコーヒーをね入れていきたいと思います。今回はですねこの新しく出ましたリリードリップのジオで、ドリップをねしていきたいと思います。はい、これ円錐のペーパーになりますね。このリリードリップのちょうどこれね先端があると思うんですけど、これをこういう風に中に入れるんですね。こういう感じですね。ぴったりこうくるわけですけども、それで先ほどのこの台があるのでここにこういう風にですねはめます。この状態でこのねペーパーをねひっくり返すんですよ。はい、こんな感じでねひっくり返しました。そうするとこういう感じになってますよね。はい、この状態で一回これを取ります。このリリードリップを今度はこのドリッパーの方に置きます。こちらを、はい、置いてパッと取ります。はい、こんな感じになるんですよね。ここにコーヒーを入れることによってこう浅い感じのねこうコーヒーのねこの層ができるといった感じになります。ということでコーヒーを入れていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でございました。早速ね入りましたのでいただきます。この色いい色ですよね。すごくね私が大好きなロースターさんの朝入りを買ってきましたんでいただきます。おいしい。今回その豆自体も私が大好きなね感じの浅入り、ちゃんと火の通った浅入りなんですよ。でぶっちゃけ言いますと私ねコーヒーに関しては深入り派なんです本当に浅入りもね飲むんですよ。ただどっちかって言われるともう完全に深入り派っていうねタイプなんですよ。で浅入りはねもういろいろありまして、やっぱりね、深入りももちろんいろいろあるか最近ねすごくスペシャリティの浅入りがものすごく流行ってると思うんですけども、いろんなタイプがある中でこの深入り派の私でもね美味しいなっていう感じるね浅入りの豆っていう感じなんですね。すいませんちょっと話がそれましたけども、今回のこのリリードリップでハリオのね、V60 の01の形状なんですけど、ドリップがねものすごく速くなりましたね。コツがいらないっていうんですかね。ドリップ技術に左右されなくなるっていう感じかな。リリーとこのドリッパーがもうほぼほぼ入れてくれるっていう感覚になったので、お湯をねこういう風に均等に入れていくのを心がければこのね浅入りのコーヒーがねものすごく美味しく入ります。このね香りがものすごくよく引き立ってます。フルーティーさアロマ感っていうのがものすごくねふわっとくるんですよ。この時点で入れたコーヒーもね雑味がない、すごいクリアな感じに入ってるんですよね。でもうちょっと抑えたいという方にはリリードリップのリリーというねこのリブがついてない方、これはもともと何年も前からあった方ですね。これもあっても面白いかもしれません。コーヒーってちょっとの入れ方でもう全然ね
変わるんですよね、テイストが。だから面白いなというふうにね、思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。で、本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。